前回までのオラオラジオ。 Yes, I am ディオは小安さんであり、小安さんであり、小安さんはディオだったっていう。おい待って、コーラ冷えてないのか。キューアブ様。何か高貴な印象を受ける。うまいね。これがいいんですよ、これが。安売りしてない？大丈夫大丈夫かな。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第18回です。今回オラオラジオ何か違うところがあるんですけれども、皆さんお気づきでしょうかね。何かが変わっていました。なんでしょうね。気づくかな。気づくわですね、なんとオープニング曲が変わりました。こちら富永トミー弘明さんが歌う Go West。 なんとこちらラジオ用のテーマソングです。ブラボー。おうブラボー。ラジオの専用曲を作ったってことなのこれ。トミーさんに歌ってもらって。これすごいね。いや僕はね作ってくださいよとか頼んだわけじゃないんですよびっくりですよ。やばいじゃん、こんな後ろで流しちゃってたら気になってしょうがないじゃん細かいことが気になると夜も眠るね。なんだよまあなのでね、ちょっとこの裏でかかっていた今日は初出しの Go West、ラジオ専用オープニングテーマ、ちょっとね歌詞の方見てみたいんですけど、まずゴゴ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 ゴジョージョーゴゴ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 ジョージョーですよ。これで始まりまして、もうこれ読んでいこう。男は黙ってスタープラチナ、茨のビジョンでやつを映してって書いてるんですけど、黒い星のマークを書いていて、それがやつって読ませるらしいんですよ。でやつを連写してって書いて映してですってやつを映して打ち出すファイヤー、イエスアイアム、お月はドイツだオール蹴散らせ、タワーブルームーンストレングスデビルテンパランス、エンペラーとハングの番には気をつけろですよ西へ行け早く行け、俺たちには時間がないのだ、ズギューンとやれメギャーンとなれ、裁くのは俺たちだぜ、オラ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 上々ですよ。いやこれね、僕は感動した。どこに感動したかというとですよ、裁くのは俺たちだぜっつって、これまんま僕イベントの時とか言ったやつだ。1月の上映会の時にエジプト編が始まるにあたってどんな気持ちで臨んでいくかって話をした時に、俺が、裁くじゃなくても俺たちが裁くっていうつもりでね、一丸となって旅をしていきたいって話をしたんですけれども、うわーまんま入ってるよ。嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございます。作詞はですね熊野清美さんです。そして作曲が沢口和彦さん。いやこれすごいな。いやジョジョの楽曲ってすごいね。やっぱり熱いわ。その上にだからナレーションを被せることによってもうなんだかお腹いっぱいだよっていう。オープニングだって聞いただけでだいぶね、もうジョジョのラジオ聞いたなって気持ちになりますもんね。まあその後小1時間喋るんですけどねこちらのですね Go West なんですけれども、4月22日に発売されるジョジョの奇妙な冒険アンソロジーソングス1、こちらにも収録されておりますよと。そうなんですよ。またねこの、ジョジョの音楽周りはこの活発に動き出すわけですよ。こちらボリューム1はですね、トミーさんなんだ。トミーさんのターンと言ってもいいでしょう。4曲プラス各曲オリジナルカラオケで、税別2000円で発売されるということでですね、テレビアニメジョジョの奇妙な冒険のイメージソング初リリース、ジョジョの奇妙な冒険 The Anthology Songs ということでですね、3つ出るんだ。で第1弾がトミーさん、第2弾がコーダさん、第3弾が橋本仁さんが
歌われるということですね。はい。ジョータロウ、ジョセフなどのキャラクターイメージソングやテーマ曲、ジョジョ、その血の定めなどオープニング曲のアレンジバージョン、そして歴代の主人公にまつわる楽曲、そしてジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセダース、オラオラジオのテーマソングも収録と。参加する豪華作詞作曲編曲陣にも注目だ。確かに楽曲は順次オラオラ上で音源解禁を行う予定。3人が歌う歌唱を熱唱をお聞き逃しなくということでですね、豪華参加作詞作曲編曲者、リストがあるんですけれども、これびっくりしましたよ。さっきもねラジオの前が収録なんでアニメのちらっと聞いたんですけども、小田哲郎さん林田健二さん、本間明光さん、そして大森俊之さん、鈴木大地秀之さん、水戸さん、あ、クラムボンの方じゃないですか。すごくない？いや他多彩な作詞作曲陣、作家陣がね勢ぞろいしてお送りするということですごいね。僕ら世代胸熱ですよ。小田哲郎さんが入ってるってすごいね。僕らがねグッとくる選曲、そして曲調楽曲になっておりますのでですね、こちらの方楽しみにしていてください。先ほど言いましたけれども、順次このラジオの方でも音源の方解禁していきますのでですね、楽しみにしていてください。僕が一番楽しみですそう前回はですね三宅健太さんに来ていただきましたこのオラオラジオなんですけれども、ラジオ CD の取り下ろしというのも、撮りました。そちらのゲストの方がですね、ジョジョジョでおなじみエリナ役の川澄彩子さんです。はい。まあ濃かったですね。いろんなゲストの方をお呼びするんですけれども、その回ごとにその人の、独自の切り口っていうのが出てきて、三宅健太氏だとやっぱり前回聞いていただいた通りなんですが、やっぱりね考察が深すぎて裏側まで行っちゃってるっていうところがあって読みすぎだろうっていうのがねありますけれども、こじらせてるっていうね表現をしましたけれども、川澄さんもこじらせてましたよ。だいぶあんなね楽しそうな川澄さんってねなかなか見れないですよ。中でも話してたんですけど、他の作品で一緒になった時にすごい接しやすい人ですから、いろんなお話をして楽しく過ごさせていただいたんですけれども、あんなにテンションが上がっている川澄さんっていうのは僕現場で見たの初めてですね。あと1時間も差しで喋ったの初めてですもん。まだでも喋り足りなさそうでしたね。本当にそこってそのセリフ好きなんすかとか、そのキャラとかそういうのはふんだんに入ってるんでですね、これ今言っちゃいそうになるんですけども、ぜひその辺を取り下ろし会をね聞いていただいてラジオ CD ご購入いただきたいなというふうに思っておりますけれども、ジョジョジョからもたくさんメールをいただいたということなんですけれども、今日そうだよメールをねあんまりね読まないことでおなじみの読めない？いや読んでるけど考察がやっぱ話が長くなりすぎちゃって全部は紹介しきれてないっていうのはよく言われますよ。まずは、スタンド名焼きリンゴ、オインゴとボインゴとジョインゴの回なんですけれども、ジョインゴね、偽ジョータロのことですね。ここまでのジョジョたちの旅も本当に素晴らしいのですが、この回は特に私の好みですごくドハマりしました。小野さん、安村さん、熊井さんの演技も迫力がありすぎて夜中なのに声を上げて笑わずにはいられませんでした。さらにトトシンの色合いもポルポルくんとの掛け合いも素晴らしいですし、しかもエンディングに兄弟が歌っちゃってるんだから、やれやれとんだサプライズじゃねえかと最後の最後まで楽しませていただきました。全てが好きすぎるがゆえに関数が多いからと迷っていた私もついに漫画を集める決心がつきました。アニメ漫画好きの私がここまで心弾ませたのは初めてかもしれません。今までジョジョを知らなかったことが恥ずかしいです。これからもジョジョジョとしてどんどんジョジョ愛をこじらせていきます。ご清聴ありがとうございましたということでですね、来てる。続いてスタンド名メガネイズレッド。小野さんこんにちは。いつもラジオニヤニヤしながら聞かせていただいています。ありがとう。ついに第27話放送されましたね。この話では何と言ってもいつもの姿からは想像もつかないお茶目な丈太郎。それでも気づかない2人を見ていると、普段の丈太郎はあんな風なのかという錯覚に陥ったり、そして極めつけはオインゴとボインゴの歌うエンディング。
流れた瞬間に私は本当にジョジョを見ていたんだろうか、もしかしたらオインゴとボインゴの大冒険を見ていたんじゃないかと思ってしまいました。アニメ化が決まった時から楽しみにしていた回だったので、見ることができて本当に幸せです。ありがとうございます。なるほどね、確かにオインゴとボインゴの大冒険っていうタイトルでもいいぐらいの、話数でしたけれども、さらにスタンド名フーシュ。小野さん、スタッフの皆様、はじめまして。アニメラジオとともに毎回楽しみにしております。先日このラジオのオープニングでも流れていましたが、オインゴ&ボインゴの悪役競争曲、まさかのダウンロード配信、目を疑いましたが即購入しました。肉の目にも勝るとも劣らない威力で日々脳を侵食されております。この曲がアニメ初のキャラソンになるのでしょうか。確かにキャラソンとしては初ですね。最初で最後なんじゃないかって話ですけれども、どうなんでしょうね。キャラソン、まさかキャラソンがエンディングになるとは、そしてダウンロード配信されるとは、そしてなんか知んないけどなんかサイトで1位になってたそうじゃないですかね、ランキングが。びっくりですよね。僕もご多分に漏れずダウンロードさせていただきましたけれども、あの回がすごく衝撃的だったのはもちろんその本編もそうなんですけれども、エンディングがある種の、特殊エンディング、専用エンディングですね。ゴーウエストが、オラオラジオ専用オープニングだとすれば、オインゴボインゴ回専用エンディングがあの曲なので、あの回以外では聴けませんよ。つまりどうかしてますよね。あの回でしか見れないエンディングの演出もありましたし、大川さんとかとも話してたんですけど、実はあんな色合いになるんだねって、カラーになるとって、思ったより気色悪いもう言葉を濁さずに言えば気色悪いんですよ。旅の漫画家さんが手に取って読むじゃないですか。こう筆舌に尽くしがたいような、言葉にできないようなその迫力があって奇妙なタッチなんだけれども、なんかグイグイ読ませる魅力があるみたいなお話をしてたと思うんですけど、いやまさしくそうですよ。これ初めて読んだらなんか気持ち悪いって思うけど、読んじゃうと思う。先が気になっちゃって、なんかスタッフさんがこうやらせていただきましたみたいな、なんかニヤニヤしているのがこの裏側に見て取れてですね、本当に素晴らしいエンディングでした。エンディングの差が激しすぎるよね毎回ラストトレインホームを聞きながら、ややうるっとしておりますでもこのね、この回を初めて見たっていう回もいらっしゃって、実は役者さんでジョジョ全然知らないけど小野くん出てるって聞いたからちょっと見てみたんだけどさって、すごい上の方なんですよ。ベテランの方なので、なんか俺見たらさ、熊井がさウケウケ言ってたよっていつもあんなアニメなのって言われて、いつもは違いますねっつって熊井さんがね、文字通りウケケウホホウキャキャって言うんですよね。あの辺の再現度と僕ね、その話したっけ、安村さんと僕ってまだ若かりし頃に番組レギュラーとして同じアニメに出ることが多かったんですよ。で、番組レギュラーっていわゆるいろんな役をその話数ごとにやってって、レギュラーで毎週出てるんだけど違う役をやってるっていう、若い時に経験を積むためにそうやって使っていただくっていうことがアニメの業界というか声優の業界ではもうあるあるなんですけれども、その番組レギュラーでずっと一緒にいろんな現場で仕事をしてきた人なので、安村さんがオインゴですごい嬉しかったんですよね。お互いにお芝居を寄り添わせるようにしたんです、実は打ち合わせをして、それがだからすごい嬉しかったんですよ、見てて。うわーってなんかでもね、やっさんがちょっと寄せてくれてるんですよね、少しずつ。なんかね、あれがすごい嬉しかったなというふうに思いますし、すごい印象に残った回でした。なんか反響が大きかったそうで、他の回にも来てます。次はアヌビス新感想。アヌビスもだってそれ読みましょうよ。この回もね印象深かったですね。スタンド名ソイカラ、ヘルシーだね。アヌビス新見ました。見終わって一言、なんだこいつは。チャリオッツ対アヌビスの戦闘シーンの気合の入り方だけでなく、外れると軽く素早くなるチャリオッツの防御甲冑の設定、そしてポルナレフの
ゾッとしたななど、細かい設定を、挟みアヌビス神の間抜けっ面まで完全再現。まさにさすがスタッフ、俺たちに負けないジョジョ愛を平然とやってのける。そこにしびれる、憧れるという感想をいただいて、おります。あ、これチャリオッツ対アヌビスってこれ二刀流のことかな、もしかして。あ、二刀流のことを言ってるんだ。いや、どっちにしろすごかったですけどね戦闘シーン、そしてスタンド名ネホリハホリ、ダメだぞ国語の先生よ。もといアヌビス神戦の迫力すごかったです。まさかスターフィンガーがまた見れるとは。その戦闘の直後のアヌビス神が飛んでいくところは笑ってしまいました。スタッフの演出、僕は敬意を表するそうですね、スターフィンガーが改めてここで使われていまして、まあもちろんね、原作ご存知の方は気づいたと思いますけれども、実際はないんですよ、原作に。どっかで津田さんはね、どっかで出したかったんですよねっていう話をされてて、まさかでもアヌビス戦で出るとは思いませんでしたね。はい、スターフィンガーって随分伸びるんですねえらい伸びてるなと思いましたし、僕もね、あれまた言えてよかったです。嬉しかったですそしてもう一通いただいております。スタンド名かすみそう。アニメ28話アヌビス神見ました。自分はポルナレフが大好きなので、この回は本当に楽しみにしておりました。そしていざ見てみると、そんな期待をさらに上回る完成度。戦闘シーンの動きやキャラの表情、声優さんの演技演出、どれを見ても素晴らしかったです。原作にあったパピルスのシーンや病院での領収書のシーンもそうですが、そんな些細な旅のワンシーンもしっかり映像にしてくれるところにスタッフさんたちの愛をひしひしと感じます。本当に手間暇かけてこさえてありますなぁと毎回感心してしまいます。他にも原作では病院でも制服だった歌教員がデス13回でのパジャマを着ていたり、チャカが刀を手にしアヌビス神の能力に目覚めた時から唇に色がつく演出、そして刀を威嚇するイギーなどなど、愛があるからこそできる演出、一ファンとして見ていてとても楽しいです。長いメールなんですけれども、少し割愛させていただいてさらに読みます。熱い人を演じた中盤までとは裏腹に終盤からの松本さん、安則さんですね、アヌビス神松本さんのやったーにゃにーというハイテンションな演技、戦闘シーンとのギャップが凄まじく、とにかく笑わせていただきました。慌てすぎてうっかり壁をすり抜けちゃったり、カニさんにまで助けを求めちゃうアヌビス神が、そんな松本さんの演技もあり、とても可愛らしく見えてしまいました。ジョジョは戦闘シーンの熱い展開でドキドキワクワクさせてくれるかと思いきや、ああいうほんのワンシーンでクスッと笑わせてくるので、見ていて飽きずにとても楽しいですね。そして次回は待ちに待ったアヌビス神以上にかっこ笑いバステと女神会、予告でも女性 FGG がかなり慌てふためいておりましたが、雲翔さんと三宅さんの演技が聞きたくてうずうずしておりますということでですね。いやありがとうございます。すごいね、かすみそうさん長いメールをいただいてですね、少し、割愛させていただいたんですけれどもですね、熱さが伝わりますね。いやほんとそうなんですよ、手間暇かけてこさえてあるんですよ。はい、さっきのねスターフィンガーしかり、このパジャマ着ていたりですよ。でよく気づかれたなと思うんですけれども、そうチャカの唇の色変わるんですよね。あの辺もすごい細かいなと思いましたしね。あのお父さんひどいね。チャカのお父さんなんであんなチャカに厳しいのかがあんまり語られてなくって、宇垣さんも何なんだろう、なんでこんなに厳しいんだろうって言いながら、むしろだからよりひどくやってました。だからこそチャカが言うじゃないですか、殺されても仕方がないようなやつだったみたいな話をするじゃないですか、父親に向かって。あれもしかしたらスタンドが言ってるってよりは、操られたことによってチャカが思ってたことがほんのちょっとだけ漏れちゃったのかなというふうに思うんですよね。スタンドに操られてはいるけれども、自我がないかといえば実はそうじゃない気がするんです、僕は。その後でポルナレフがその二刀流になるじゃないですか。ポルナレフが乗っ取られるけれども、チャリオッツ出せるんだって精神の力でその人の精神のビジョンが映し出されるスタンド
なのに心を乗っ取られてるのに出せたんですよ。これつうことはやっぱ半分半分なんだなと思うんですよね。完全にその精神を乗っ取ってるんじゃなくて、精神に乗っかってるんだなというふうに思うわけですよ。納得がいった。納得が全てに上回りますからね。あれを見てる時にね、すごくそんなこと考えながらですよ。そんなこと考えながら、アフレコ大変だったんだから、あれもうオラオラがね、やっぱり息する間がこれまでのオラオラと違うのは、これまでにないぐらい疲れたって言ってるんですよ、丈太郎が最後で。だからピンチになってないとダメなんですね。息を大きく吸ってどっしりと構えて深いところから出すっていうのはこれまでやってきたんですけど、息がちょっと浅くなった状態から出さなきゃいけないんですね。アニメの話ではないですが、先日 J ワールド東京へ行ってきました。アブさんの占いで、アブさんって呼ぶんだね。アブさんの占いでハングドマンが当たり少しへこみ、イギーと丈太郎の帽子ケーキに舌鼓を打ち、楽しい時間過ごしました。ありがとう。ミニゲームのボーリングが意外と難しく、軽く8回ほどやり、8回もやって軽くねえよ。8回ほどやり、ようやく A 賞の巾着を手に入れることができました。その結果、財布の中からお金がクールに去っていきましたが、我が心と行動に一点の曇りなし、すべてが愛だ。しかし私が最も震えるぞハートしたのは、ミニゲームでも食事でもないのです。それはスタッフのお姉さんだったのです。私がミニゲームの商品で、このジョセフください、このジョセフくださいもおかしいくね。このジョセフくださいと頼んだ時に、お姉さんが、はい、ハーミットパップル付きのジジイですねと言ったのです。一瞬聞き間違いかと思ったのですが、確かにジジイと言ったのです。あまりの衝撃に月まで吹っ飛ぶかと思いました。おいおい、スタッフさんにもヘビーすぎるほどに愛されるジョジョに私は敬意を表する。今日2回目だね。私は敬意を表する。さっきも読んだ気がするな。はい。ありがとうございます。そんなわけでですね、なんと素晴らしいですね。J ワールドにジョジョジョがいると。これ行きたいね。いや僕らねまだねちょっと行けてないわけですよ。さすがになかなか一人で忍び込むのもね。僕割とスニーキングミッション得意なんですけど、行きたいねこれ。みんなで行きましょうよ。いや本当前も言ったと思うんですけど、そう番組収録をしに行きたいんだよ僕は。J ワールドにねグッズを身にまといながらですよ。今日みんな同じパーカー着てない？びっくりした。来たらみんな黒に胸に To be continued って書いてるパーカーを着ていてですよ。異様な光景ですよねこれね。ある種奇妙なね様ですよね。だって温泉さんで撮ってるわけなんですけど、ラジオスタッフが制服のような感じで着てるわけですよ。こんなラジオないですよね他に。まあ僕も着ちゃいましてね今日ね。あったかいんだこれ。行こうよこのパーカー着て。いいね。あとね9時はね私ね引きがちです。この間ねたまたまねローソンさん行ったんですね。麹町のローソンだったかなあれは。まだね9時やっててね、ジョジョ9時。あろうことがね私 A 賞を引き当ててしまいまして、1個しか引いてないんだよ。
さすがね、やっぱね、スタープラチナ精密な動きをしますね。これだっつって引いたら A 賞でおめでとうございますっつって、 A 賞ってなんだっけと思ったらでけえスタープラチナのフィギュアなんですよ。今ねスタジオマウスのですねロビーに飾ってあります。すいません、ファンの方々のものをですね、私関係者が1個ゲットしてしまいましてですね、本当に申し訳ないと思っております。それを引いた瞬間の僕の感想はやれやれだぜでした。はい。まあそんなわけでね、まあこれからもこじらせ続けていきましょう。そして J ワールドでの、収録、いつの日か叶えましょう。はい。以上メールのコーナーでございました。ゲブシン破壊力 C スピード B。 ジョジョを知ったきっかけ意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきますということでですね、どんどん行きましょう。なんかね、さっき、くじ引きのジョジョくじの話をしましたけれども、それにまつわるメールが来ているということなので、お願いします。スタンド名ブチャラティとも誕生日一緒そうなんだ。俺もそうベロリ嘘をついているな嘘ですジョジョを知ったきっかけ意外、それはジョジョの一番くじ。おー、この方も引いたんですね。でもきっかけなの？私がジョジョを知ったのは実に奇妙な運命からです。ある日の塾帰り、ふと立ち寄った本屋さんでレジを見てみると、そこにはめちゃくちゃかっこいい男の人のフィギュアがありました。そう、ジョジョの一番くじです。月末でお金がなかったのにもかかわらず、まるでマライアの磁石同士がくっつくように引き寄せられ、1枚購入。するとなんと一発でA 賞のジョセフを当ててしまったじゃないですか。私の後ろに控えていたジョジョラーの人々が苦しみに身をよじる中、まじまじとフィギュアを見て惚れたと。おー、今ね画像出してくれましたけれども、なるほどね、ジャケットを着てるやつだ。あったあった。これ当てたんだ。いいな、俺欲しいなこれ。まじまじとフィギュアを見て惚れましたと。あれは一目惚れとかチャチなもんじゃあねえ。その後調べると、彼と私が誕生日が同じで狂いもだえたのだよ、喜びで。このイケメンの作品をもっと知りたい。そう思った私の行動は早かった。すぐさま全巻購入、ドハマりしてブルーレイも全巻購入、アニメの CD コンプリート、画集コンプリート。荒木先生なんですけど、荒木神のインタビュー冊子をできる限り全て購入。平川院って平川さんがね登場したプレミアム試写会にも行けず、涙すれば母の慈悲により10月23日のイベントに参加。今度のジジイとクソ犬の試写会にも参加します雲翔さんと福円ちゃんが行く、上映会ですね、にも参加しますと。京都まで行かれるとすごいですね。今ではなんとかさん、私の名前、なんとかさん、ジョジョの人ねと言われるほどになりましたと。ジョジョの人になっちゃったんだ、ハムの人みたいな。全てはジョセフのおかげ。ジョジョに出会えてよかった。何度心に潤いをくれたことか。これが私のジョジョとの出会いです。運命です。ローリングストーンです。ということでですね、すごいね。じゃあ2部の時に多分ハマり始めてですよ。そこからこんなにこのメールの中にジョジョネタを織り込めるぐらいハマったと。すごい。ってことはですよ、今気づいたんですけども、ジョセフの誕生日とブチャラティの誕生日一緒なの。あとこの方の誕生日ってことですか。すごい、知らなかった。それは思い出したよ。ちなみにあれですよ、エリナとジョナサンの結婚記念日が2月の頭ぐらいにあったらしいですよ。でエリナさんを川澄さんをゲストに呼んだ日ってすごくその日近くって運命ってあるなと思いましたよ。すごい。ジョセフとブチャラティの誕生日は9月27日。そうなんだ。うわー、この情報覚えました。覚えたぞですよ。9月27日覚えたぞ。そして9時の話なんですけどね、あるんですよ。一発で A 賞当てちゃうみたいな話。ちなみにですね、僕 A 賞当てたんですけど、
ぶっちゃけですね、その同じ長太郎のフィギュアを集英社さんが気を利かせて現場に持ってきてくれて、小野さんこれ小野さんが持っておくべきだと思ったので持ってきましたんつって集英社さんが用意してくれたのがまさしく A 賞のスタープラチナで、うおうっつってスタンドは一人に一体のはず、原則だ、それが原則だ、確かにこの後なんか何体も出てくるような例外も出てくる、いや違うと、そういう話もあるけれども、いや一人に一体ということで、一体をスタジオに寄付したわけなんですよ。はい。まあでもね、こういうきっかけあるんですね。きっかけって、他にもまだ来てます？まだあるんですか？いや、いろんなね、イレギュラーなのに紹介してきましたけれども、もう一つ行きましょうね、じゃあね。こちら、スタンド名、サムシングブルー。こちらはね、ジョジョを知ったきっかけ、意外、それは、荒木先生に似ていたから。早速ですが、私のジョジョを知ったきっかけは、高校時代の当時仲の良かった後輩のある一言でした。先輩って、荒木先生に似てますよね。その後輩は、部活にジョジョや馬王の文庫本を大量に持ち込むほどのこじらせファンだったのですが、当時、ジョジョはタイトルほどしか知らなかった私は、頭の上にハテナマークだらけでした。他に特に似ている芸能人を言われた経験もなかったので、私は荒木先生と顔が似ているのかというインパクトで、ジョジョを覚えてしまいましたと。そして数年後、アニメ放映で、あの時のと見出したところ、まんまとハマり、今では8部まで制覇、画集、グッズなども買ってしまうほどです。立派なジョジョジョになりましたと。今では似ているなんて恐れ多くて言えません。ジョジョジョなんだ。でも荒木先生に似ていると。でもできることなら私も先生みたいに若々しく生きていたいので、誰か波紋の使い方を教えてくれないかな。ちなみに後輩曰く目と鼻が似ているらしいです。ジャンプコミックスね、最初に作者禁影ということでですね、先生の写真ね、出てるんですけれども、いや、ほんと荒木先生若いですよね。今出してるのそれダヴィンチに載ってたやつでしょ、それ。すいませんね、ラジオだからわかんないと思いますけど、長田さんが今 iPad で調べていて、荒木先生のお写真が写ってるんですけれども、いや、ほんとね、お肌ツルツルで、吸血鬼なんじゃないかっていう話が浮上してましたけれども、スタッフ間で、荒木先生に似ていたことにより荒木先生の作品を読み始めるっていう、これは奇妙なきっかけだな。僕稀に言われますよ、ちょっと似てるって。それもまた嬉しい話でね、惹かれ合うってことですよ。つまりスタンド使いがスタンド使い同士そんな感じどうですかそんな感じでどうでしょう。はい。僕はでも本当光栄ですし、嬉しいですし、こういう方がいらっしゃるっていうのもまた嬉しいです。はい。これラストもう一点ですね。はい。スタンド名、クチュリエール。ジョジョを知ったきっかけ以外、それは、ジャパンエキスポ。私がジョジョと出会ったのはフランス。留学生だった私は現地の友人たちと一緒に毎年開催される日本文化の祭典ジャパンエキスポに出かけました。そこで売っていた丈太郎のフィギュアに普段はおとなしい友人がいきなり見たこともないテンションで丈太郎と声を上げ、そこで何かのスイッチが入りジョジョについて熱く語り始めました。ジョジョを知らないなんて人生損してると言われ、別の友人からも日本人なのに読んだことないのかと言われ、その勢いに負けとりあえずその子にフランス語版を借りて3分まで読みました。フランス語版を借りたんだ。しかし全く知らない漫画をフランス語で読んだところで心で理解できるはずもなく、友達にはなんでわからないんだと言われもやもやしておりましたが、帰国後文庫版で6部まで一気に購入し、今やどっぷりハマっております。帰国して、数年経つ今も現地のジョジョ好きの友人たちと3部のアニメの話で毎週盛り上がっています。ジョジョ愛は国境を越えます。そうだね、その通りだと思うよ。余談ですが、文庫版購入時、本屋の店員さんに重たいですが背中を見せないで帰ってくださいねと言われましたがまだそこまで読んでいなかった私は何のことか分からず、いい返しができなかったのが今も悔やまれます。やれやれだせ。これはね、店員さんはどうかしてますよ。背中を見せないで帰ってくださいねじゃないよ。文庫版、そうか、文庫版でもってことは一気に購入したと思われますね。4部あたりまでは。そんな店員さんいるんだね、しかしね。重たいですが背中を見せないで帰ってベリベリベリって言ってバカ野郎
ああ、そうなんだ。嬉しいですね。もうフランスはやっぱりね、ジャパンエキスポに代表されるように、日本のアニメ文化がね、すごく根強いところですから、根付いてる場所ですからね。しかもそうですよ。ポルナレフですよ。ポルナレフの故郷ですしね。ジョーチャロブラボーオーブラボー。言ってほしいな。僕ほんとでもね、最近癖になっちゃって、なんかすごくいいものを見た時とか、拍手を送りたい時に、どうしてもね、何にも意識してないんですよ。ブラボー、ブラボーって言っちゃうんですよ。いや、まず、他の作品のイベントとかでも言っちゃいそうになって、困ってるんですよ、今。ブラボーって。あと、やれだぜはやっぱり言っちゃいますし、なんかないですか、そういうの。なんか日常生活って言っちゃうっていうの。これはね、岩波さんも言ってましたけど、やれだぜはね、使いやすすぎて困るって言ってました。言っちゃうからすぐって。まあでも、この番組でも紹介しましたけども、英語にセリフを訳して、そこから英語を学ぼうみたいなね、本も出版されましたし、これフランス語版も言っちゃったらいいんじゃないですか？トレビアンだよ、トレビアンつってその本はポルナレフが表紙になっていて、そう、ポルナレフで学ぶフランス語って作ってほしいなぁなんて思いますけれども、はい、余談でございました。はい、というわけでですね、今回もいろんなきっかけ紹介しましたけれども、これからもぜひ、奇妙なきっかけ送ってみてください。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはのコーナーでした。ゲブシ、射程距離 A、持続力 B。あなたの奇妙な冒険。今日も皆さんの奇妙なエピソードを紹介していきます。スタンド名、時の学坊。数年ほど前、友人とゲームセンターへ行った時の話です。私は奥へ押して落とすタイプのプライズゲームで時間を潰していました。幸運にも白いブチャラティを一発でゲットできたので、色違いの黒いブチャラティも手に入れようと奮闘していました。しかし、いくら投入しても全然落ちてこない。あと少しで落とすタイミングがつかめそうだという時に小銭がなくなってしまい、両替のためにその場を離れました。15秒もかからず戻ってくると、なんとブチャラティがいない。景品取り出し口のところに何かが置いたままになっているのが見えました。そうです、黒いブチャラティです。いくら貢いでも動かなかったブチャラティが突然そこにあったのです。黒いブチャラティを抱えてキョロキョロと辺りを伺いますが、あげちゃうわ、私のブチャラティ、今ここで取れたてのやつ、という人も、俺のブチャラティをその尻の穴吹いた指でギローなんてよ、こいつはめちゃ許さんよな、なんて怒る人も誰一人。5分ほど待ってみましたが、誰一人来なかったのです。お金を入れて挑戦し、運や学習して落とすという過程が消し飛び、ブチャラティという結果だけ手に入れてしまった時、人はどう感じるのでしょう。答えは罪悪感と不安です。本当にもらってもいいのか、怒られないか、そもそも15秒で景品を落とせるものなのか、できたとしてもなぜ立ち去ったのか。黒いブチャラティを見るたび、あの時の奇妙な出来事と過程の重要性を思い出します。すっ飛ばしちゃいましたね。何が奇妙かっていうか、まあいいんですよ。このコーナーっていつも答えが出ないんですよ。もうそれはいいんですけれども、ブチャラティって言い過ぎ。まあ知りたい方はじゃあこの先5部あたりまで読んでいただければ、はいさっきもそれは俺言ってたな人のこと言えねえな。ゲブシ、精密動作性 D、 成長性 D。 ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。
というわけで、ンドゥールのスタンド、ゲブシンの基本能力紹介しましたけれども、振り返ってみましょう。破壊力 C なんだね。おー。スピード B。あ、スピードの方が上なんだ。あ、でも確かに。どっちかというと破壊力よりは、その、アブドゥルのね、攻撃をかいくぐっての、攻撃とか。あー、そっか。そっちが上回ってるんだね。で、さらに上回ってるのが射程距離だと。まあ、キロ単位で攻撃を仕掛けてくるということで。まあ、A でしょうな。持続力も B と、まあ、すごいということでですね。まあね、これでもね、確かに、射程距離は、凄まじいですよ。一番長いと言っても過言ではないかもしれません、射程距離が。ただね、あれでしょうね。音探知ができるからこそ、あれだけ遠くまでスタンドを持っていっても、相手の距離を測れるわけですから。まあ、ザ・サンとは、わけが違うわけですよ。うん。ね。いや、今回ね、このエジプト編は、敵が、いや、前も言ったかもしれないですけど、覚悟が決まりすぎてるのと、あとね、一味違う。オインゴボインゴも含めてね。覚悟が違うのと、あとだからこそ、一回その収録で見ているにもかかわらず、すごい新鮮に見えるんですよね、エジプト編って。うん。オインゴボインゴの回はめっちゃ笑いましたし、ンドゥールの回はすごい怖くなりましたし、アヌビスだね。アヌビスの回は自分の息が上がるぐらいハラハラしました。うん。いや、だからね、エジプト編は見るのにもカロリーがいります。はい。これからも、頑張ってついてきてください。僕らも本当魂込めますんでね。はい。というわけでですね、番組からの、お知らせこれありますね。何これ？ジョジョの奇妙なミニフィギュア、スターダストクルセイダースのお知らせ。3月3日火曜日より、食玩でジョジョのミニフィギュアが登場します。名付けて、ジョジョの奇妙なミニフィギュア、スターダストクルセイダース。価格は350円で4個入り。スタンドはクリア素材のこだわりを。各キャラ、通常カラーバージョンとセカンドカラーバージョン6種の全12種48体。フィギュア集めずにはいられない。取り扱いは全国のスーパー、コンビニなどのお菓子売り場のほか、公式オンラインショッププレミアムバンダイで取り扱いをいたしますと、詳しくはプレミアムバンダイキャンディートイオンラインショップをご覧ください。すごいね。小さいながらもこだわりの造形、もちろんジョジョ立ちを再現。いわゆる金消しですよね、これね。いや、すごいよ。色がね、つまり本体の方、人間の方は、肌色がメインですかね。はい。で、スタンドはクリア、素材で作られていて、ジョータロウ、スタープラチナは紫色っぽい色ですよ。はい。ジョセフは、ちゃんと巻きついてるんですね。クリアパーツでね。すごいな、これは。巻きついてる？あ、いや、そのトグロ巻いてるやつか。あ、それか。それを巻きつけられるんだね。フィギュアに。いいね、これは。いや、今すぐ欲しい。3月3日。待ちきれない。はい。ひな祭りしてる場合じゃないよ。むしろこれを飾りなさいよ。ねえ、段飾りにしてね。うわ、これ買わずにはいられないね。なので、第1弾としてというか、この、ラインナップは、エジプト編の前の、アニメでいうところの、前のクール、2クール分の味方キャラクターと、あと、敵型のキャラクターが、出るということでですね。詳しくは、サイトの方をご覧いただければ載っていると思いますけれども、いやー、もう全国のスーパー、コンビニに、ジョジョの、ジョジョの食玩が並ぶ日がね、こうやって来るとはね、嬉しい、本当に嬉しい。余談ですけれども、私、あれですよ、この話もしましたっけ？ここの、iPhone とかのジャックにつけるジャックのマスコットのやつが出てたじゃないですか。ちょっと前まで。コンビニで。あれを3個購入したんですね。一気に。あれだ、1個6、700円ぐらいしたかな、あれ。もうほんと、意を決して買ったんですけども、全部ディオだったんですよ。と思って。こんなあってもさ、って。こんなあっても、俺がつけるのおかしいし、と思って。いや、ついぞ出ずですよ、結局。悔しいからね、今度小安さんの誕生日プレゼントにあげようと思ってます。はい、超余談でした。
というわけでですね、今日も時間が差し迫っておりますね。引き続きアニメやラジオの感想、各コーナー宛てへのメールお待ちしておりますよと、本当にいろんな展開を、本当にね、いろんな展開を見せているジョジョなんですけれども、僕は本当にね、いつの間にかすごく、大きなコンテンツになっているジョジョがすごく嬉しくて、でも、こんなメジャーなの、信じられないっていうですね、嬉しい悲鳴を上げておりますよ。はい。まあでも、これからどんどんジョジョを広めていってですね、いろんなライトユーザーの方にも、ディープなユーザーの方にも、ジョジョを楽しんでいただけるように頑張っておきますのでですね、引き続き、こちらのオラオラジオの方もよろしくお願いいたします。というわけで、お相手は空城城太郎役の小野大輔でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。